こんにちは、ルナです。メイン EGO の美女が公開された領州村の皆さん、元気ですか？さて、領州ショーの開催が12月31日と仮決定されました。まだ1ヶ月半と時間がありますが、来るべき日に備えて、これまでに出てきた領州の伏線をまとめてみました。その数、15。とはいえ、かなり小ネタ的なものも拾ってきており、パートによって解説分量に結構差があります。また、忘れている情報や、誤解している部分もあるかもしれません。補足のある方はぜひコメントしていってくださると嬉しいです。伏線まとめ、ですが、客観的事実のまとめだけではなく、投稿主の主観的な考察も混ざっています。当然外れたりずれていたりする可能性があります。ご了承ください。それでは早速見ていきましょう。例外なく全ての領州人格が持っている大立ち。その最も大きな特徴は、鞘から抜かない、ことです。エイプリルフールストーリーを考察要素として採用していいのかは微妙ですが、領州の中の本ルが刀を抜こうと試みた際に、うまく抜けない、と発言しています。物理的にもストッパーがかかっているようです。また、入社契約にも抜刀禁止の条項があるのかもしれません。霊本に会いたいし刀に手をかける領州に、ファウストは入社時の契約を覚えていると信じています、と静止しています。ただ暴れるなと言っているだけかもしれませんが、刀を抜くな、と言っている可能性もありますね。抜刀すると一体どうなってしまうのか、サービス初期から様々な想像がされてきましたが、霊本のこのセリフを素直に受け取ると、霊本に勝てるようになる、くらいのもので、破滅的な威力を持つわけではないのでしょうか？霊本はこの刀の秘密を知っているようなので、しばしば考察されてきた娘が刀に変えられた、という線は薄いかもしれません。霊本はガキの事情については知らないようなので、鞘には、無我夢中阿鼻教官尻滅裂、となんとも行々しい四字熟語が3つ連ねられています。どこか霊本のセンスを感じなくもない語彙ですが、この四字熟語も深い意味があるのでしょうか。それぞれの言葉の意味はご覧の通り、刀を抜いた際の、領州の状態の変遷であると考えてみましょう。まず、第一段階として、無我夢中。ここで言う、夢中になること、は、刀を振るうこと、あるいは目の前の敵で芸術を描くこと。それ以外のことは考えられなくなるほど、我を忘れてしまう。原点の地獄編で、眼前で燃えゆく娘に芸術を見出したその瞬間に該当するでしょうか。その結果、殺戮の限りを尽くし、第二段階、阿鼻教官へ、周囲は文字通り地獄絵図になるでしょう。原点では、死にゆく娘に見入られその炎上を見届けた後、それを至高の絵画として描き出し終えるまでが該当するでしょうか。最後に、尻滅裂。自分が作り出した地獄絵図、もしかしたら彼女の大切なガキ、なども巻き込んでいるかもしれません。それを見て、放心する様子。原点では、最後に領州が首を吊って自殺するシーンに該当するでしょう。といった感じでしょうか。また、筋道や一貫性、つまり自分の中の道理がバラバラになる、ということは、信じていたものが崩れる、つまり都市でいうところのねじれ、になるかもしれません。あるいは、無我、や阿鼻地獄、共感地獄、などのワードは仏教と通じるものがあるので、そのような文脈も持っているかもしれません。超絶猛虎殺撃乱山のように、かっこいい四字熟語並べてみましたのノリである可能性もゼロではないかも。9章で明らかになるといいですね。9章ではほぼ 100% 抜刀が見られる、またそれは毎章恒例の初期 EGO の演出で見られる、と思っているのですが、ここで、初期 EGO モーション中の左手に着目してみましょう。パー、と開いているわけでもなく、グーと握っているわけでもない、絶妙な閉じ具合。それこそ何かを掴んでいる時の手の形に見えませんか？9章の演出では、ここに鞘を持たせるんじゃないかな、とちょっと妄想しています。領州は名前という概念にしばしばこだわりを見せています。初めてはっきりと言及されたのは、時間殺人時間のこのセリフでしょうか。それ以前には、ヘルズチキンで母の名前から取った店の名前を侮辱するウーキスに、珍しく苦言を呈する場面もありました。当時は曖昧でしたが、今考えてみると、母、というポイント、名前、というポイントの2つに反応したのかもしれませんね。彼女の名前に対するこだわりが最も見えるのは、8章で、本ルの本名がジアバオユであると判明する場面。生まれながらにして玉を持っている、という意味のバオユという名前を、おぞましい、本ルの方がマシだ、と言います。この時点で領州には、本ルがなぜ本ルと名乗っているかは知らないはずですから、本ルという名前をプラスに評価したというよりは、バオユという名前が彼女の価値観に相当反した、と見るべきでしょう。遺産は頭部での名付けについて、その子供が他人にどう用いられるべきか、おそらく要するにその子供が社会でどう役立つべきか、という思いを込めて名付けをする、と述べています。名前に意味を込める、という点は現実のアジアでの名付け文化に共通しますが、しかし、私たちは社会でどう使われてほしいか、という目線で名付けをしてないと思います。こんな人に育ってほしい、こんな幸せな人生を送ってほしい、という願いを込めて名前を考える人が大半なのではないでしょうか。
簡単に調べた漢字、韓国や中国でもそうであるようです。つまり、イさんが言及した都市東部の名付け文化と、現実東洋の名付け文化は、ズレがあるのではないかと考えます。もちろん、イさんは、例えば、と言っているので、この東部の名付け文化は一例に過ぎず、現代東洋方式の名付けをする人も都市東部でメジャーである可能性はあります。しかし、人の命が軽く、極度の資本主義で、子供を自分の人生に利用しようとする親も割といそうな年において、イさんの有用な名付け文化が生まれるのは、かなり自然であるように感じます。これを前提に考察を進めます。ここで、バオユの名付けは、どちらの文化に近いかというと、都市東部の方でしょう。地明けの法力として、家全体の役に立つ、そう用いられるべき、という意味合いでの名付け。さらにそれを、生まれながらにして、と運命づけられている点。それを、おぞましい、という領収は、現代東洋の名付けを理想としているのではないでしょうか。この後、霊本から、義秀、と呼ばれ、多くの管理人が驚いたと思います。原点である地獄編では領収の読み方は義秀であるため、なぜリンバスでは領収と呼ばれているのかという疑問がありましたが、ここで名前の読みも伏線の一つになっていることが判明しましたね。ちなみに、地獄編の参考元である物資領収では、主人公の名前は領収と読みます。この二つの物語の違いが、リンバスの領収さんの名前の読み方にも関わってくるかもしれませんね。ここでは割愛しますが、この視点に絡めた考察を過去の動画で行っているので、よければご覧ください。名前といえば、地獄編の時代における日本の名前文化についても触れておきたいです。割と専門的な書籍で調べはしましたが、ここからは完全に素人解説となるので、鵜呑みにしない程度にお聞きいただけると幸いです。当時、実名にはその人の人格が宿るとされ、安易に知ること、呼ぶことは禁忌とされていました。これを意味なさけと言います。中国から伝わった文化らしいです。貴族社会ほどその傾向は強く、また、貴族でないものでも、特に女性はそのルールにより強く縛られていたようです。ある本には、女性が他人に名前を知られることは、肌を見せること、婚姻を受け入れることと同義である、と表現されていました。例えば、地獄編において語り手の主君である堀川の大殿。彼の死は藤原、実名は元常です。ですから本名は藤原の元常ですが、これを使用するのは公式文書などに限り、日常で呼称として使うことはありえませんでした。そのため、あざな、つまり通称で呼ぶ必要があります。氏は秘匿するものではないですが、当時の貴族は多くが藤原氏であったため、区別がつきにくい。よって、彼が邸宅を構えていた地名や職名で、堀川の大殿、と呼んでいたと考えられます。では、語り手の義秀とその娘の呼び方についても考えてみましょう。義秀はおそらく実名であったと考えられます。義秀が作中で実名で呼ばれているのは、義秀は男性かつ絵師で貴族ではないので、意味なさけのルールが適用されなかった可能性。また、地獄編が語られている時義秀はすでに死んでいるため、その意味名が秘匿されなかった可能性などが挙げられます。堀川の大殿は作中で義秀とはっきり呼びかけていますが、これは彼が義秀の雇い主であり、主君であるため、仮に義秀が意味なさけのルールが適用される身分にあったとしても、おかしなことではないかと思います。あるいは、物語上の都合であるという可能性も捨てきれません。主人公である義秀は、端的かつ、子を宿した名前で呼ばれた方が、物語として明瞭であるからです。ところで、物語の参考元である物資領収では領収なのに、地獄編では義秀なのはなぜでしょうか？当時の実名は基本的に訓読みであったため、音読みである領収は、方号、つまり仏教ネームであった可能性が高いです。仏教ネームは原則音読みであったそうです。空海や最澄などが有名でしょうか。物資領収の領収は物資なので、仏教ネームが彼の名前だったのでしょう。一方で、地獄編では義秀は絵師であり、物資とは一度も呼ばれていません。依頼を受けて絵を描くので、仏教関連の制作をすることが多くはあったでしょうが、それでもあくまで絵師とされていますし、大殿の要望で屋敷の女房の似顔絵などを描くこともありました。ですから芥川が物語の参考元からわざわざ名前の読み方を変えたのは、それを本名ではなく実名にし、物資ではなく絵師を主人公にしたかったから、ではないかと推測できます。なぜそうしたかったのかはわかりませんが、宗教というすでに形成された価値観ではなく、自分の論理の中に生きている人間であることを表したかったのかもしれません。実際に義秀は吉祥天や不動明王をかなり失礼な書き方をしたことがあり、仏教を信じていたかどうかはわかりませんが、少なくとも敬虔な信徒ではなかったことは確かです。さて、この過程にのっとると、リンバスの領収さんも、どっちが本来の読み方かと問われれば、義秀の方なのでしょうか？仏師にとって法名は本名みたいなものではあったと思いますが、
次に、義秀の娘についてはどうでしょうか？娘は女性ですので、語り手を含めた屋敷の人間は彼女の実名を知りません。地獄編の時代はちょうど、女房のサブライナが普及した頃でした。サブライナとは女房につけられたお仕事ネームで、父親の役職から作られるのがメジャーでした。例えば、父親が伊勢神であった女性は伊勢と呼ばれるなど、少し後の時代の人ではありますが、有名な清少納言も父親清原氏の死から一文字、それに父親の官職名を足して作られていますね。しかし、この女房ネームは、あくまで父親が肝心である、それなりに位の高い女房につけられるもの。絵師の娘でコネウバウであった義秀の娘には、彼女個人の女房名はなかっただろうと考えられます。では、何と呼ばれていたのか。3パターンくらい考えられます。一つ目は、語り手が言うように、義秀の娘、とただ呼ばれていたパターン。ある個人をずっと誰々の娘と呼ぶのはかなりまどろっこしいですが、父親義秀はひねくれ者として屋敷でも噂の的であったようですから、わかりやすさや話題性から、義秀の娘、と呼んでいた可能性はまああるでしょう。二つ目は、適当なあざ名で呼んでいたパターン。例えば、源氏物語の末摘む花のように、見た目から愛称が付けられていた可能性はありますし、幼い頃の呼び名であるわらわなを成人後も引き続いて字として呼ばれている可能性もあります。ちなみに、義秀の娘は死亡した時点でおそらく15歳。当時は所長を成人のタイミングとみなしていたそうですので、15歳の娘は成人であったと考えられます。大殿の屋敷に何歳の頃から仕えているのかは記述がないのでわかりません。三つ目は、氏と彼女自身の役職名で呼ばれていたパターン。例えば、田中委員長、みたいなそんな感じ。女房ネームが普及する前の奈良後期の時代には、女房はこうやって呼ばれていたそうです。義秀の氏はわかりませんが、何かしらは持っていたと考えられますので、その氏と娘の女房としての役職名、で呼ばれていた可能性があります。ちなみに、地獄編は、物資領収だけでなく、小瀬広隆、地獄編の屏風並びに戦隊不動尊を書くことという、古今著文集の物語も参考にしていると考えられています。小瀬広隆という絵師が、地獄編の屏風を描いたが、あまりの出来栄えに自己満足して自らの運命の終わりを予感し、その予感通り直後に亡くなってしまった、というお話です。文章的に自殺ではないと思われます。小瀬というのは当時の高名な絵師の家系でもあるので、地獄編の義秀にもし無理やり氏をつけるなら、小瀬になるかもしれません。さて、3つのパターンを取り上げましたが、一番ありえそうなのは2つ目な気がします。日常生活を考えれば、その人個人を指す端的な通称が発生するのが自然かなと思うからです。しかし、地獄編では彼女はただ、義秀の娘、と呼ばれます。実名はもちろん、個人を表す通称すら与えられない。父親の娘、としか表されない。父親の所有物としての位置づけ、おそらく実名で呼ばれ、子を強調される父親に対し、娘はどこまでも記号化される。そんな対比構造を感じてしまいます。このように、意味なさけが宗教的風習であることを考慮しても、その人の実名がどう扱われているか、その人がどう呼ばれているか、というのは、その人がどれほどの人権を持っているか、どれだけ個人として尊重されているか、社会の中でどういう位置づけであるか、といった状態を、如実に表していると言えるでしょう。どのような名前で登場人物を呼称するか自由に決められる創作物の中であったらなおさら、地獄編で義秀の娘がただ義秀の娘としか呼ばれないのは作者の意図があったと思います。リンバスの領州が名前にこだわりがあるのは彼女のふるさとで中世の日本のように名前にまつわる得意な文化があったからなのかもしれません。これは一考察ですが、T 社で色が管理されるように、H 社で部屋が管理されるように、領州とガキが暮らしていた場所では名前が管理されていたのではないでしょうか。領州のガキの名前は明らかになっていませんが、そもそも存在しない。あるいは原点と同じように私たちにはわからない、で終わる、という可能性もあるんじゃないかと思っています。ちなみに、日本映画版や海外翻訳版の地獄編では便宜上娘の名前が設定されています。特に、海外版のゆずきは、海外にきめきの間では割と浸透しているようです。この2つの名前について、当時の文化的にあり得るかと言われると、かなり厳しいと思います。日本映画版の吉川は父親の義秀から一文字取っており、この習俗を通じと言います。息子よりは弱いですが、娘にもこの習俗が使われることはあったっぽいです。問題は、香りの方で、当時の女性名は子という形が主流で、香るというこじゃれた名前は、残存資料で確認できる範囲では、あったとしても相当激レアです。庶民の娘ならなおさら、とても前衛的な名前と言えるでしょう。ゆずきの方はより可能性が低く、完全に後世の創作で、まずありえないと言っていいでしょう。令和の今もゆずきという名前の女の子がいるように、かなり最近の現代風ネームです。8章で霊本から落とされた特大爆弾。領州の子供の存在の判明ですね。私がリンバスのストーリーを読んできて、最も叫んだ瞬間がここでした。
9勝を控えた今でも、このガキがどのような存在なのかはまだまだわからない部分が多いです。霊本曰く何かあった、らしく、生きているのか死んでいるのかも定かではない。霊本の想定通り、つまり何事もなかった、のならば、あの家にいるはずであるらしい。囚人たちのプロフィールには、扶養家族数、の欄がありますが、領収さんは未記入です。領収さんは、というか、誰もここに記入をしている人はいないのですけれども。ではなぜ欄があるのでしょうね。ゆくゆくは記入されることになるのでしょうか。個人的にずっと領収さん計算不であれと思っていて、領収さんに相手男性がいたとしても余裕で受け入れられるつもりだったのですが、メイン EGO があまりにも美しく、この領収さんにどこぞの馬の骨とも知れない男がいるのは嫌かも。という気持ちになってきました。ただ、やっぱり実子であった方が、領収が産み落とした命に責任があるという点で、魅力的であるように感じます。もちろん、血のつながりがあろうとなかろうと、親子の関係に寄せはなく、同等に尊いものですが、例えば、自分が望んで産んだ実子と、無理やり産まされた実子と、自ら拾って面倒を見ることにした養子と、育てるよう押し付けられた養子。この4つの選択肢の間で、その子供の育児を疎ましく感じたり、放棄したりする行為がどれくらい悪いかは、ある程度差が生じると思うのです。原点で娘の命を芸術に昇華した領収が、リンバスでよりグロい罪を背負った囚人であるためには、その子供が実子である方が業が深くて味がするんじゃないか、というのが、投稿主の思想です。しかし、8章で囚人みんなに垂れ流された、本ルの記憶、光滅日の過去で、妊婦からとんでもない怪物が腹を突き破って出てきた際も、何の反応も示さなかったあたり、計算不ではないのかもしれません。8.5 章では、子供のあやし方を授業にまでして、タバコを消して監視し、超絶技術で子供の相手をする領収さんを拝むことができました。気になる点としては、囚人たちの授業内容を決めたソードとズールーが、領収さんが子供の相手が得意であることを知っていた理由、武芸の達人も真似できないほどの技術が、必要、であった理由、などでしょうか。このあたりについては過去の動画で細かく考察しているので、よければご覧ください。私は子育てなんてしたことないエアプの若造ですが、子供というのは年齢で結構好みや動きが変わってくるんじゃないかと思います。今回、ワン家の子供を手際よくあやすことができた、ということは、このくらいの年齢のガキを面倒見ていた経験がある。つまり今のガキは、この子供と同じくらいか、それよりも大きいのではないかな、と妄想しておきます。人格では、軽蔑異形人格や、赤目人格が、ガキの伏線にかすっていそうでしょうか。軽蔑異形人格については、ファニキでは弟の手、となっていたところが、領収ではなんとかかんとかの手、となっています。この化け字になっている部分が、おそらく領収のガキ、なんじゃないかということですね。赤目人格では、領収の親子間を垣間見ることができます。国も腹いっぱい食べさせたいという本能は呪いである。親は子供に価値観を植え付ける、など、親雲に対する否定的に見える考えから、領収は地獄編における娘ポジなんじゃないか、という議論も巻き起こしました。確定ではないとはいえ、領収はおそらく親ポジである、少なくとも、小さな子供の保護者をしていたということが明確になった今、これらのセリフから見える価値観が、9章でどう現れてくるのか、とても楽しみですね。また、8.5 章ラストでは、領収が授業を始めてから、つまり子供と関わり始めてから、聞いたことのない歌のメロディーを口ずさんでいることが描写されます。きっと、ガキのために歌ってあげていたのでしょう。9章の挿入歌になりませんかね。毎晩それを聞きながら眠れば、実質領収さんに寝かしつけられているということになりますよね。それってつまり私が領収の赤ちゃんと、霊本のセリフに一度だけ登場した固有名詞。他言語とも見比べた結果、クモの巣は、あの家、と断定して良さそうです。よって、領収とガキがかつて住んでいた住居であると考えられますが、霊本が懸念するほどの住環境とは、一体どのようなものなのでしょうか。霊本は領収に剣を教えに行っていたようですので、そういった用事でしばしば訪問しているのでしょうか。行くたびに気が悪くなる、というセリフには、それなりに頻繁に、それも割と最近まで、クモの巣を訪れているような印象を受けます。しかし、ガキがクモの巣にいるかどうかは知らないという、この矛盾の理由としては、私がセリフから勝手に抱いた印象とは異なり霊本は最近クモの巣に行っていないか、領収がガキと離れたのが割と最近、つまり LCB 加入直前であるか、あるいは、一度軽く尋ねただけでは、子供一人いるかどうか把握できないほど、大きな家なのか、このあたりが考えられるでしょうか。雲、といえば芥川龍之介の雲の糸を想起しますね。また、幻想体母なる雲も強い関連性があります。雲というワードは、領収さんを考察するにおいて、大まかに言うと、原点作者の他作品雲の糸を介した救済、罪、自己中心性といったキーワード、母なる雲との強い関連性を介した母性、育児、家族といったキーワード、この2つの側面に結びつくのではないかと考えています。
蜘蛛の糸は領収さんの原点ではありませんが、物語にしっかり絡んできそうですね。シーズンタイトルにもなりましたし。明確に領収さんを知っている人物としてストーリーに登場した、初めての人間が霊本になるでしょうか？領収は霊本に強い殺意を向けていましたが、霊本の方は領収を脅威であるとは微塵も思っていなさそうな態度でしたね。霊本について分かっていることは、以下の通りでしょうか。親指かぽくあると剣小指天体性。領収に剣の稽古をつけていたことがある。領収のガキを知っているが、ここ最近の事情については知らない。領収の刀の秘密について知っている。領収を義秀と呼ぶ。こうしてみると、霊本が領収について知っていることはそれなりに落として退場していってくれたように見えますし、所属している組織についても明らかになっていますが、彼自身のパーソナリティなどについては、不明瞭なことが多いです。霊本の出典元は水湖伝であると考えられます。水湖伝の来王は、短期で直情的な部分があるもぎりがたい人間として描かれ、梁山泊第25位天体星です。この2つの順列にはご覧の表中にお見せしているような意味があるようです。梁山泊は108人の豪傑たちが集まるアジト、要塞で、その順位は組織内での実力の順位になります。天体星の称号は、豪傑たちの生まれ変わり元である粛清の名前で、故に先天的に決まっており、変動しません。天体星は第61位になります。このように、この2種類の順位は必ずしも一致しません。水湖伝で実力として採用され、現実の力関係になるのは梁山泊の方の順位ですが、リンバスの小指でもおそらくそうであると思います。千代は梁山泊2位、粛清1位ですが、彼が小指のトップである描写はなかったので、このあたりストーリーをちゃんと見返す余裕がなかったため、把握してる方いらっしゃったら良ければ教えていただけると嬉しいです。ちなみに、芥川龍之介は水湖伝を愛読していて、108人の豪傑を暗記するほど好きだったそうです。また、水湖伝が日本で広まる際に馬琴が重要な働きをしたらしいのですが、芥川龍之介は馬琴を主人公にした下作三昧というお話を書いており、これは地獄編とともに芸術至上主義を描いた芥川作品として位置づけられることがあります。霊本戦で領収を出撃させると、領収がめった切りにされた記憶というデバフを獲得します。領収さんの体には無数の裂傷跡、古傷があるかもしれないと考えると大変素晴らしいですね。霊本の剣の稽古の時にズタズタとやられたのでしょうか？めった切りにされた記憶を思い出し、普段の勢いで戦闘ができなくなっている。端的に言えばトラウマですよね。領収さんにトラウマに苦しむ精神性というか、常人めいた部分があることに妙な考えを覚えます。デバフのマークは、白い蜘蛛の巣の一部らしき線の上に、斬撃の奇跡と思われる赤いバツが2つついています。先ほど、蜘蛛の巣は住居だろうという考察をしましたし、領収自身はもしも何かに例えられるならば、アイコンになっている蝶であると思っていたので、このマークをどう解釈したらいいか迷います。蜘蛛の巣。つまり家、領収とガキの2人の絆や安全まで、霊本に踏みにじられたことがあるということでしょうか？また、領収に剣を教えていたのは霊本だけではないようなので、もしかしたら旧将でかつての師匠たちに会いたいし、その全員に対しそれぞれトラウマを抱えている領収さんが見られるかもしれないですね。割と興奮します。そして、衝撃的なことに、霊本は8章最後で千王に頭を吹っ飛ばされ、おそらく絶命してしまいました。あれほど霊本に像を向けていた領収さんが、この光景を目の前で見ても、その後のコメントのリアクションだったのはなぜなんでしょうか？言葉にしなかっただけで、感情は揺れ動いていたのでしょうか？そもそも、恨みはあるように見えるけど、殺したいとまで思っていたのか。この二人の関係性というか、お互いに向き合う感情はまだはっきりとはしていないので、旧章で霊本の回想が出てきて、もろもろ明らかになると嬉しいですね。霊本によって言及された、領収の親父ら、お前さんたちの親父ら、とどちらも複数形なので、実の親ではないと思います。もしかしたら実の親も含んでいるかもしれませんが、育ての親たち、面倒を見てくれた人たち、あるいは支配し管理してきた人たち、といったイメージを持っておこうと思います。また、ここで言うお前さんたち、というのは文脈上おそらく領収とガキ、であると思いますが、ガキ、ではなく、領収と同年代で同じ立場の人たちを対象に含んでいる、という可能性もなくはなさそうです。正直これ以上取り上げられる要素がないのですが、囚人領収のバックに全ての指が書かれていることを考えると、何らかの理由で領収を管理するために各指から選ばれた代表者が親父ら、なのかもしれませんね。基本的に対立しているように見える指が、一体どのような目的やメリットに基づいて足並みを揃えるのか、なかなかイメージが難しいですが。4章ラストで、俺の記憶に手を出すな、と激しく抵抗していました。抵抗虚しく記憶消去手続きは行われてしまいましたが、彼女が忘れたくない記憶というのは、やはりガキのことなのでしょうか。
親、だからといって、子供、が彼女の人生にとって最も大切な存在で思い出である、というのも偏見的かもしれませんが、しかし、他に彼女が大切にしている芸術のことなどであれば、領収はまたこれから積み上げていけばいい、経験すればいい、と割り切りそうな気がするんですよね。また、もしもすでにガキが亡くなっているのなら、その記憶が失われるかもしれないと抵抗する領収の心情は察するにあまりあるものです。仮にガキが生きているのだとしても、その頃の子供との思い出はもう二度と経験できないものですが、8章でダンテは、ダンテが見る囚人の記憶を他の囚人に共有できるというまあまあ鬼畜な能力を開花させました。領収が失いたくないと思った大事な記憶を、ダンテと私たちだけでなく囚人全員で見ることになるかもしれません。大丈夫かな、領収さん怒らないかな。領収が囚人やダンテに助けられたいと思うか、囚人たちが領収を助けたいと思ってくれるか、割と不安なんですよね。領収は記憶という単語について 8.5 章でも言及しています。幼い頃の記憶が未来を左右すると言っており、果たしてそれは自分の体験談なのか、自分のガキの経験談なのか。ただ、これは一つの教育論であって、失いたくない記憶があるがゆえの記憶消去手続きへの抵抗という話とは地続きではないかなと思います。個人的には領収さんは今を刹那的に生きていそうなイメージがあったので、生育環境や後天的な学習を重視しているように見えるのは意外でしたね。また、未来を左右する、という言葉から、彼女にとっていい人生、と悪い人生、という価値観や基準が存在しそう、というのも気になる点です。そしてそのいい人生、が、わがままを言っても頭ごなしに怒らずあやしてくれる大人がいる子供、自分に向き合って、全力で遊んでくれる大人がいる子供、の先にある、と考えていそうなところ、非常に味がします。囚人領収の背景の絵本指は、左手になっています。こういうのって基本右手ではと思うのはマジョリティの傲慢でしょうか。もしもこの絵本指の手のひらが特定個人を表しているのなら、その人は左利きなのかもしれません。5本すべての指を掌握しているような人物が本当に存在しているのかは疑わしいですが、原点を素直に踏襲するなら、人間なら堀川の大殿がラスボスになるんじゃないかなと思います。ワンチャン堀川の大殿、つまり藤原の元常が左利きであった史実とかないかなと調べてみましたが、ありませんでした。さすがにね。囚人領収も左手のみ手袋をしており、なんだか意味深ですが、他の人格ではそうはなっていないこと、初期エゴイラストでは両手とも素手であることから、あまり気にしなくてもいいのかもしれません。領収さん自身は、戦闘モーションから右利きであると思います。多分。領収はストーリー中に指の人間が登場すると、一言二言コメントしてくれます。各指について簡単に見ていってみましょう。ある程度網羅しているつもりですが、把握漏れがあったらすみません。まずは親指。5.5 章肉山骨団において、参加組織の国運会含め言及があります。領収の大立ちを見て、彼女が国運会の人間だと勘違いした演武に対し、領収はあの国潰しの鳩俺の刀を一緒にするな、と怒ります。つまり、国運会国潰しだと表現しています。また、親指のおそらく幹部の人間を、老害ども、と言っています。国潰し、老害、といった表現には、組織内部の人間として、無能な見方をけなす目線を感じます。また、霊本と領収はお互いに深い関係があるようでしたが、霊本の部下は領収のことを知らず、囚人の一人に過ぎないと認識していました。霊本の名前を口にした領収を身分不相応だと言ったソルダートに、領収は、損はな、おそらく、そんなわけない、と答えています。さらにソルダートのことを、ソルダートごとき、自分の身の程もわからないのか、と言っています。つまり、領収は親指ルールの中でかつてはソルダートよりも身分が高く、霊本の名前を口にしても罰則がないほど行為であったか、あるいは親指ルールが適用されない特別措置を受けていた可能性が高いです。親指に対する発言は、他の指に比べ、具体的で距離が近いように感じます。人差し指については、どこかで何か言ってたような気もしないでもないのですが、ちょっと見つけられませんでした。ストーリーを頭から終わりまで全部見返す気力は私にはなかった。もし、ここで言及してたよ、というのがあれば、ぜひコメントで教えてください。次に、中指。5章でリカルドが登場した時にセリフがあります。リカルドを視認して、兄、と発言。これは入れ墨などからおそらく判定可能である、末刑、という階級ではなく、部屋クーポンでブチギレるという性格から、ケツの穴が小さい兄、と表現していることが後の発言からわかります。つまり、リカルド個人を認識しているということです。一方で、リカルドは領収に対し何かリアクションはしておらず、特に認識してはいなさそうでした。この差はなぜ生まれるのでしょうか。また、中指の仕返し帳簿についても当然領収さんは知っているようです。リカルド個人だけではなく、中指全体としてどのような組織なのかもちゃんと知識がありそうですね。
薬指については、領州さんといえば芸術、そして薬指といっても芸術ですが、領州さんは薬指の芸術には興味がないようです。一部の人にとっては薬指の芸術を理解できるかどうかは審査に合格するかどうかの死活問題になってくるものですが、領州さんにはそういった緊迫感は全く見られませんね。セリフの言い回しから、他人事っぽさを感じます。しかし、それでも組織の内部構造についてある程度知識はあるようで、マエストロという最高位の人間がいるかもしれないとなってもビビる様子はありません。老化という薬指の技術の実態にも知るところがあるようです。もしかしたら、クモの巣に老化が使われていたのかもしれませんね。最後に小指。小指はその組織の性質から、一体どのような集団なのか何も知らない人が多いと思いますが、領州は個人プレイと評価するくらいには、組織の実態について知っているようです。また、霊本が去った後、小指もか、と呟いているため、霊本が小指にも属していることを知っている可能性があります。地王は8章のラストでダンテに対し、領州の願う道はおそらく修羅の道になる、と匂わせており、領州の素性を知っているように見えます。一方で、領州は地王個人に対し特別なリアクションはしていなかったため、おそらく知らない。先ほどのリカルドと逆ですね。各指に対する発言は、こんな感じでしょうか。ダンテの音には、指は領州にとっての後ろ盾、と書かれています。指が領州の立場を保護してくれているかのような状況を今までのストーリーで感じたことはありませんが、誰もが怖がる指に対し恐れ知らずな攻撃的な物言いができるのも、霊本に対しおそらく親指の規則に反した対応ができるのも、領州が指に守られている特殊な立場だからなのかもしれません。指が領州の盾となるのなら、指にとって領州を囲うことによる利益があるはずですが、現状領州自身の戦闘能力は強いけれど特筆すべきレベルではないように見えます。では、指が求めているのは領州の戦闘能力以外の何か。例えば刀かもしれません。刀が領州にしか扱えない条件を持つのなら、使用者ごと所有する必要があります。しかし、LCB におそらく逃亡したであろう領州を追いかけたり探したりする様子が見られませんから、結局指にとって領州が大事なのかどうでもいいのかつかみかねないままです。脅威にもならないと放置しているのでしょうか。また、6章に出てきた N 社の薬指出身研究員も気になります。意味深にシルエットが登場し、その髪型が領州に似ているんですよね。明るさをいじってみた今初めて、頭に飾りのようなものをつけていることに気がつきました。薬指の頭部装飾でしょうか？この人の所属は現在 N 社になっているようですが、薬指風おしゃれはやめていないのか、あるいは、薬指を抜けたわけではなくて、N 社と兼任しているのか、今後ストーリーで出てきた時に、あ、こいつは、となれるように、覚えておきたい存在です。6章のフンド滞在戦で助けに来てくれたベルギリウスが、俺が貸した武器が返されず床に転がっていたこともあった、と語った際に、領州が、グラディウスか、と発言しています。私はリヴァイアさん読めなかった J なので、ベルについては把握できていないこともあるかもしれませんが、グラディウスについては、まだプロムーンのストーリー内で詳しく語られたことはない、という認識で合っているでしょうか？この武器は EGO 発言前から持っているので、ベルが生成したものではないですね。現実のグラディウスは、古代ローマ軍団兵が使用した短剣です。この武器が使われていた時期は、詩人ベルギリウスが生きていた時代と一致します。誰か特定個人が使っていた特別な一本の剣というわけではなく、短剣の一種、武器のカテゴリーを示す普通名詞です。リンバスでは固有名詞か普通名詞どちらなのでしょうか。前者であれば、領州はベルギリウスが扱う特別な武器の背景や事情を知っていそう、ということになりますし、後者であれば、領州は剣の形状や種類に詳しいということになりそうです。領州はここのシーンを除けばベルギリウスについて特別知っている様子は多分ないですが、ベルギリウスはもしかしたら入社前の領州を知っていたのかも、というセリフがあります。アナウンサーの、領州が活躍時に流れる特殊セリフです。ベルギリウスは案内人ですから、どの囚人についても入社前の事情について知っている可能性はあります。実際に、ドンキちゃんの勧誘は彼直々に出向いています。しかし、あくまでベルはファウストよりも後にリンバスカンパニーに入社し、案内人ではあるものの囚人たちの手助けをする権限を持ちません。このアナウンサーのセリフは、領州の戦闘能力について、まるで入社前の戦いを見たことがあるかのように話しているのが気になるポイントですね。深読みしすぎかもしれませんが。深夜清掃で奇襲にあった団体一行を守ったウェイは、敵の国中に何やら呪文のようなものを囁かれてしまいます。領州はそれを聞いて瞬時に、旧車のお札、と反応しました。シーチュンのセリフから、最後まで呪文が完遂されると、お札の効果が発動することがわかります。また、国中が懐に手を突っ込んでいたため、対象にお札を貼り付けるのも条件になっているのかもしれません。結局これがどのような代物なのかは判明していませんが、国中が使用する呪殺が札によるものと仮定し、その効果から推測するに、様々な種類があり、相手を苦しめられるアイテムなのでしょうか。
ウェイが未だにあの呪文の効果が出る、と発言しているあたり、国獣あるいはその筆頭になるには、ある特定の札の効果を受け入れなければいけないのかもしれません。それによって、国獣は H 社に反落ができなくなるのかも。知らんけど、旧社さんのお札なのに、呪いの文面に H 社の固有名詞がしっかり入っているのも気になりますね。ある程度呪いの文面や効果を設定できるなど、カスタマイズ性があるのかもしれません。領衆はお札の存在に気がついた際、眼光を鋭くしています。もしかしたら、お札を自分あるいはガキに使われた悪い思い出があるのかもしれません。また、札といえばシュエパンが一次審査で召喚した壺にも札らしきものがついていました。結局あの壺の怪物の素性はわからないままですが、領衆は呪術魔害と評価しています。壺の中の怪物は死者に見えますから、死んでいる人間にお札を使った場合は効果が中途半端になり、それを呪術魔害と表現したのでしょうか。ユアンチュンネキといい国獣とお札の関係といい、H 社と旧社は何かしらよろしくない癒着をしているように感じます。領衆は国獣についてもある程度詳しいのかと感じる言動をしています。一次審査で審査員たちに本ルマップ立つ賞をお披露目した際、禁忌が破られたと考えたユアンチュンが召喚した国獣たちの種類を、領衆は一瞬で看破しています。もちろん見た目からパッと判断しただけの可能性もあります。しかし、国獣が十二支から選ばれているとメタ的に知っている私たちとは違い、領衆にはそんな前提もありませんから、外見ですぐに動物を断じるのはなかなか難しいのではないでしょうか。何かしら国獣について前提知識があったんじゃないかな、と考察しています。公式サイトのキャラクター説明で示唆されている、赤いボタンというアイテム、ウェルカムキットとやらに同封されているらしいですが、ストーリー本編では、赤いボタンは愚か、ウェルカムキットの存在すら出てきていません。旧章でも登場することはなく没設定になる。可能性もゼロではないかも。このボタンは、領衆が殺人行為に恍惚とし歯止めが効かなくなった時に押せ、と言われています。それって割といつものことでは、と思わなくもないですが、ちゃんと考えてみたら、領衆が命令に背いて暴走したり余計なことをしたり、芸術に没入して周りが見えなくなったりしている状況はなかったかもしれません。2章のカジノでちょっといらんことをしたくらい、9章で周りのことなんて目にも入らず、ただひたすら殺戮の衝動に浸る領衆。という展開になるのでしょうか。刀を抜くとそういう状態になるとか、赤いボタンを押すとどういう効果が発動するのでしょうか。単純に考えるなら、領衆自爆スイッチですが、そんな簡単な手段があれば、いくら領衆が暴走してもどうとでもなるので、ストーリー的にどうなんだろうという気持ちがあります。また、領衆自身はこの赤いボタンの存在について知っているのでしょうか。とにかく不明な要素の多い伏線です。囚人アイコン、初期イージー王の影、メインイージー王の帯から伸びる赤い線に見られる蝶のモチーフ。刀のつばにも蝶の衣装があしらわれていますね。領衆さん自身が蝶に例えられていると見て良さそうでしょうか。蝶に例えられる領衆さんが、クモの巣で暮らしていた過去がある、というのは、かなり強いメタファーであるように感じます。蝶々って、クモの巣に引っかかっているイメージありませんか。しかし、領衆さんが母なるクモイージー王と親和性が高いように、クモの文脈も領衆さんに載せられています。捕食者であるクモ、被食者である蝶、その二つの比喩が使われるのは、一体領衆さんのどういった性質を表しているのか。9章で答えが出るかはわかりませんが、面白い考察要素だと思います。芥川龍之介の著作では、ある阿呆の一生、や晩年の俳句などに蝶が登場します。全体として、生命力や儚さ、精神的不安定さの象徴になっている。と言われているようですが、戦学なため自信がないです。詳しい方いたら教えてください。このパートで取り上げるのは、2点。1点目は、LCB 入社以前から領衆はバトラーを知っていたのではないかという考察。2点目は、領衆のガキがバトラーなのではないかという考察です。どちらも割と根拠が弱いので、話半分で聞いていただけると嬉しいです。また、すでに過去動画で解説済みで内容が完全に重複しているので、そちらを見ていただいたことのある方は、次のパートまで飛ばしちゃってください。まずは、領衆さんがバトラーについて前々から知っていたのではないか、と考察する根拠について、6章でバトラーとはどのような職業かという話題になった時、領衆は家にぶち込まれ、飼い主にリードを握られた犬たち、とやけに感情のこもった返答をしています。ここで、ネリーがバトラーはマイナーな職業である、と、老者が知る機会は少ない、と明言していることがポイントです。要はバトラーを知っている人には知っているだけの理由があるということで、わざわざこのセリフを入れたということは、領衆が知る機会のあった人、であることを示しているのではないかと思います。つまり、6章で邸宅に来て初めてバトラーに会い、その短い時間で犬みたいな奴らだな、と思ったのではなく、過去にバトラーと関わったことがあり、それもネガティブな印象を抱くような経験だった、ということではないでしょうか。
バトラーとはどのような職業か、という話題に答えた他の囚人が、福沢オタクのドンキちゃんと、金持ちの本流であったことも、領収さんにバトラーと関わった過去があるんじゃないかという説を支持します。では、もしこの仮定が正しいとすると、なぜ領収はバトラーと関わったことがあるのでしょうか？その答えになる考察が、領収のガキがバトラーであったんじゃないか、という説です。根拠は、原点で義秀の娘が女房であったこと。女房とは、屋敷にいる偉い人の身の回りの世話をする職業です。ウィキペディアではこのように説明されていました。とてもバトラーに似ている職業だと思いませんか？義秀の娘は大殿に当然逆らえませんでしたし、義秀は女房として使える娘を自分の手元に戻したいと再三大殿に願い出ていましたが、それらは全て却下されました。出られない屋敷の中で、原因は明言されていませんが、娘は次第に心を病んでいきます。家にぶち込まれ、飼い主にリードを握られた犬。領収の皮肉的な物言いは、自分のガキのひどい労働環境を見てきたからこそなのかもしれません。かなり妄想ですけれどね。キャラクター PV では、美しさの定義の一つとして、領収が満端子芸を挙げています。万物の短縮は至高の芸術なり、短い時間で意図を伝えられるから、美しい。これを言語コミュニケーションに適用したのが、領収の話し方なのでしょうか？しかし、疑問点が2つあります。1つ目は、そもそも会話が成立しないこと。シンクレアのような人が相手でない限り、領収は結局言い直す必要に迫られ、かえってめんどくさいです。領収自身もその問題を認識しており、わざわざ言い直したり、シンクレアがいないことを嘆いたりしています。短い時間で意図を伝えられる、という万端子芸の本概に反していますが、それでも自分のスタイルを貫き通すことこそが美学ということなのでしょうか？二つ目は、ダブル者人格ストーリーや、国獣人格ストーリーで書いている式の中では、領収は結構おしゃべりであるという点です。どちらのストーリーにおいても、領収は自分が後から読み返すために文章を書いており、自分しか読まないのですから、短縮語を使ったとしても問題ないはずです。それでも、思考をすべて記録するかのようにつらつらと文章を連ね、ダブル者の方に至っては短縮できない、とまで述べています。万物の短縮が思考の芸術だったのではないのでしょうか？また、自分が読むための式では短縮しないということは、短縮するのは、意図を伝える、相手が存在する場合のみ求められること、ということなのでしょうか？しかし、アーミヤさんアナウンサーの特殊セリフでは、領収は思考すら短縮している、と言われています。どういうことなんだろう、わからない。8.5 章では、ワン家の子供の問いかけに曖昧な返答をするシーチュンに対し、領収は短縮の妙味を知らない、と若干切れています。一言で終わるのに、と言っていますが、しかし、俺のように短縮語を使え、と言っているわけではないでしょう。領収はまどろっこしい話を嫌いはしますが、他者に自分と同じ喋り方を命じたことはなかったと思うので、ですからここでは、曖昧な言い方ではなく、本旨を端的に伝えるべきだ。子供が相手ならなおさら、と言いたいのでしょうか？実際にシーチュンの言葉回しに子供は困惑していますし、結局、領収さんが何かしらの美学を持って短縮語を使っているだろうことは推測できますが、その美学の中身までははっきりしないですね。9章で明らかになるでしょうか。そういえば、キャラクター PV といえば、宿題をこんなにも美しく解き明かすことは、俺以外にはできないことだ。というセリフも気になります。この宿題とは何でしょうか？この後、人を短縮すると見てくれが良くなる、というセリフが続くため、人間を切り伏せ短縮することが宿題なのでしょうか？また、芸術の課題、といえば薬指の審査が思い浮かびますが、先ほど紹介したように、領収は薬指のギャラリーを興味がない、と言っているため、多分宿題は薬指から課されたものではないでしょう。宿題、という単語は、課題、などの類語と比べ、幼い印象を受けますよね。AI に聞いてみたところ、韓国語原文でも日本語の宿題に当たる言葉、すなわち小学生などの年齢が低いものを対象とした課題に使われる言葉になっているらしいです。宿題が領収にとって一体何なのか、過去、誰かから実際に出されていたものなのか、課題ではなく宿題という単語を用いたことによって生じるニュアンスに意味があるのか、気になりますね。ということで、全15個の伏線を紹介してきました。いかがだったでしょうか？私の主観が結構混ざった解説になってしまいましたが、少しでも楽しんでいただけていれば幸いです。皆さんの考察や、メイン EGO の好きなところなど、ぜひコメントしていってください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。